こんにちは。こんにちは。今回はエゴと一体化しない彼女を見限ったエゴについてお伝えします。この動画はですね、前々回アップしている彼女イルルに憑依したエゴと対になっている動画です。はい。今回の彼女っていうのはめぐるです。エゴに見限られためぐるって何なの？エゴに嫌われたのです。何それでもこの回はね、あってもいいと思います。なぜなら、もう私はなんでそんなにエゴが出ないのってめぐるに聞くことが本当たびたびあるからです。そうなんですよ。エゴ出てますよと答えています。いつもそうなんだけど、でも傍から見てると全然そんな風に見えないんですよ。そりゃそうですよ。なんで？だってさ、エゴが出たらもはや半自動的にポイポイのポイでポイ捨てしまくってるからです。この動画で散々やっている通りのことをただしているだけなんですね。そうなんだろうけどさ。そうなんだけどさってイルルさん、何か秘伝を隠しているんじゃないかって疑ってるんですか？疑ってはないよだけど、じゃあさ、もしめぐるが前回の私の経験と同じストーリーを体験したとしたら、どんな反応するのかっていうのをやってみましょう。でも基本ポイ捨てだから面白い絵にはならないかもしれませんけど、いいですか？ヒントがある気がします。はい、ではスタート。はーい。めぐるは鼻歌混じりでインスタを見ていました。鼻歌にしてはでかい歌ですねとにかくインスタを見ていると思わぬ写真が飛び込んできたのです。はい。彼のインスタの写真と私の友達のインスタの写真が全く同じ場所から撮ったとしか思えないものがアップされていました。はい。彼っていうのは、当時めぐるが好きだった人っていうことにしておきますね。わかりました。24時間365日寝ている間以外はほぼすべて彼のことを考えていました。嘘つきでもそういうことにしときましょう。はい、彼と友達が同じ日に同じ場所で写真をアップしている。どう思いましたか？付き合ってるのかなと思いました。思うんかいそれは思うでしょ。同じ日に同じ場所でアップするんだからさ。そしたら私と同じ動画になっちゃうじゃん。そうだよ。でも多分数秒ぐらいでこう変わっています。どう変わるの？やだ、この二人付き合ってるじゃん。この二人付き合ってるかも。証拠があるとすればこの写真1枚。この写真1枚か。くだらね無理。無理でしょ。だってくだらねに至るまで数秒。もちろん数分の時もあると思うし、もうその時々で違います。でもそれでも短いよね。ちょっとすでにそこから全然違うと思う。その証拠写真があって、そこから彼や友達の SNS の過去を遡るみたいな証拠探しの旅には出かけないの？出かけません。なんでってちょっとイルルさん、こっちが聞きたいです。なんで付き合っている証拠探しに出かけなきゃいけないんですか？だってカフェのパンケーキの写真1枚だったら付き合ってるか付き合ってないかグレーすぎるじゃん。グレーすぎるから何なの？だからグレーすぎるから付き合ってるか付き合ってないかせめて確認したい気持ちになるから、それぞれの SNS を遡っちゃうんだよ。イルルさん、じゃあ仮にね、SNS 遡って2人の笑顔の写真と付き合って1ヶ月記念
っていうコラージュみたいなの見つけたらどうすんの？ああ、やっぱりって思うよね。やっぱり？ああ、やっぱり付き合ってたか。イルルさんはい。イルルさん、ここで2つのことがはっきりするの分かりますか？わかりません。一つは、付き合ってるか付き合っていないのか、白黒はっきりさせなきゃいけないと思っていることです。だってそりゃそうでしょうが。なんで？なんでって向こうがもし付き合ってたら、現段階ではこっちは二股でもしない限り付き合えないんだからさ、そういうのは嫌じゃん。だから事前にはっきりさせたいじゃん。ですね、その考えが2つ目につながるんですけど、1つ目は白黒はっきりさせないと思ってるっていうことね。2つ目は白黒はっきりさせようとしているときは疑い 90%、信じたい 10% ってことですよ。まあ確かに証拠探しに出かけるときって黒だなって思って黒を探しに行ってるよね。ですよね。だからイルルさんこう言ったんですよ。やっぱり付き合ってたか。自分で分かってるんですよ。自分以外の人と付き合っているか付き合っていないか、白黒はっきりさせたいとか言ってるけど、実際のところはもう9割以上付き合ってると思って白黒はっきりさせに出かけるんですよ。確かにね。じゃなきゃやっぱりなんてね、言葉使わないもんね。そうですよ。白を探す時も心の底にある不安を取り除きたいから、こう付き合ってませんようにみたいな気持ちで、SNS を遡ってる気がするよね。そうですね。で、めぐるはいちいち SNS は遡らないんだよね。はい。じゃあ最初の1枚のインスタ見た時点でくだらねえってこうエゴをポイ捨てして終わりってこと？その後またエゴが出てきたりしないの？いやいや、それは出てきますよ。なあ、彼ら付き合ってるよ。今のうちどうにかしないと取り返しつかなくなるよ。せめて付き合ってるかどうか白黒はっきりさせときなよ。ほら、ちょっとインスタ開いてチェックしてみなよ。で、これら一切合切をポイ捨て。そこだよね。こう一瞬エゴに憑依されそうになってもすぐさまポイ捨てできる。でもなんか憑依されっぱなしになっちゃうんだ。まあそりゃ簡単にポイ捨てできますよ。なんで？だって自分のものだと思ってないから。憑依されてるんだからさ、憑依されたままでいてたまるかって感じですよ。まあなるほどね。なかなかできないけどね。まあエゴに憑依されたことに気づく。気づいたらポイ捨て。しばらくするとまたエゴが憑依する。でも気づいたらポイ捨て。また憑依。またポイ捨て。憑依、ポイ捨て、憑依、ポイ捨て、憑依、ポイ捨て、憑依、ポイ捨て。まあ、これを繰り返しているとどうなると思います？わかんない。エゴが呆れて、もうお前のとこに来ても面白くないから来てやらないからなっていう捨て台詞を吐いていなくなっちゃうんですよ。もう完全に擬人化してる。はい。でも感覚的にはそうですね。それってさ、エゴがいなくなるっていうのは、エゴが出なくなるっていう意味じゃないよね。違います。生きてる限りエゴなんてもう湧きまくり。だけどその都度ポイ捨てか垂れ流し。そんなことしてるうちに、エゴもめぐるみたいな超つまんないやつに付き合ってるの時間の無駄だっていうか、そんな感じでどっか行っちゃうんですよね。エゴに見限られためぐる。そうですよ。見限られてしまったんですよ、エゴにでさえ。まあでも見限られるくらいでいいよね。なんかいちいち面と向き合って対応しようとするのってバカらしいもん。だからポイ捨て、もしくは垂れ流し、もしくは個々に合うもの見つけてエゴになるべく関わらない。はい、確かに根気よくそうやってるうちに
エゴにつまんないやつって思われ、見限られる戦法ですね。そうです。で、そう考えると、エゴに憑依されても、ほんのちょっとの切り替えの差だけっていう感じがしますね。うん、そうですよ。超ほんのちょっとの差です。はい、ほんとそうですね。エゴの憑依はまず気づくこと。で、気づいたら自分なりの方法で距離を置く。本当にそれだけですね。それだけです。はい。はい。じゃあ今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。